エネルギーは何ですか？私たちの生活はエネルギーと関係があります。その中で最も多く接触しているのは電気エネルギーです。発電も資源を消費する必要があります。火力発電はまだ主流です。資源を消費する以上、地球の資源が消費される可能性があります。どうして私がこれの話をするの？幻冬というゲームはエネルギーで囲まれているからです。ゲーム全体がエネルギーの二面性を示しています。新しいエネルギーとなることができます。それは機能が強い。しかし同時に弊害も大きいです。なぜ開花のイアキは幻冬の弊害を知っているのか。まだ幻冬を使い続けていますね。幻冬が強いからだけでなく、そして枝生の資源が不足しています。原子力発電ができるんじゃないですか？でもあなたは考えたことありますか？この化学元素がなければ、どうやって発電しますか？アイダ星はこのような星です。地球とは違います。アイダ星は資源の乏しい惑星です。ここには2つの答えがあります。一つはアイダ星自体に資源がないということです。それに含まれているのは本来のエネルギーだけです。もう一つの答えはアイダ星の資源が古代文明によって消費されているということです。最後に古代文明は幻冬を使っていて、ゲームにも油性と風力発電があります。太陽光発電。しかしこれらは基礎的なニーズを満たすことしかできません。もっと強力な行動が必要になれば、願能はまだ第一選択だ。人間の本来の態度はずっと痛くて楽しい。大災害でエーダ星が破壊されたにもかかわらず、しかし甲斐義徳は幻冬の使用を諦めなかった。むしろ幻冬の研究に深く入り込んでいます。永遠の命を実現しようとしています。幻冬は幻冬が語る中心である新しいエネルギーの出現です。人間はどのように選べばいいのでしょうか。強力な機能が人を留恋させる。同時に放射された火痕は多くの人を嫌悪させる。これも枝の子を生んだ組織です。彼らは本来の能力の出現で家を失った。家族を失った。だから彼らは本来の能力を憎んでいる。しかし終わりにはまだ様々な勢力が現れています。略奪者たちはそれを強力な武器として使っていた。ハイエナはそれを生存の頼りにしています。末日の下で生きるには実力がないとダメだ。人類は大災害後に多くの避難所を建設したにもかかわらず、しかし最終的に生き残ったのはわずかでした。このような環境では独特の勢力もあります。クラリエル博士はハイガルドに失望したから白クジラ島に一人暮らしをしています。幻冬の研究を続ける。個人的な仕事もします。金さんはその隙に鉱山を占領した。資本家の大悪の集団を見せた。黒年は何ですか？彼にとっては目には利益しかない。以上が幻冬の世界観構造です。週末ハイド系 SF の題材として、幻冬の世界は明るくない。逆にとても暗い。NPC の経験は苦痛と絶望に満ちています。本来の能力の弊害はすでに問題になっている。しかし週末の下で生きることは保証されていません。庇護を得られない人は簡単に荒野に死体を晒す。亡命者は略奪者や犬の群れや変異者攻撃の脅威に直面しています。このような背景では、多くの人の思想は歪んでいる。しかし世界がどんなに暗くても光は常に存在します。ハイガルド、枝の子、第三勢力は解放の道を探っている。ハイガルドは幻冬の擁護者だ。彼らは本来の能力をコントロールしようとしている。枝の子はフォースを破壊しようとしたけど。しかし機械改造の擁護者でもあります。命が形式だけにこだわると薄すぎるのではないか。第三勢力は狭間の中で生きることです。彼らは本来の能力を使いたがっている。しかし同時に副作用はありたくありません。このような話がこれらの矛盾を基礎とする枝星の素晴らしいストーリーが生まれました。時間の幅から見ると、間星の話は地球植民地者の話だけでなく、古代文明がなぜ消えたのかを探ることです。空間次元から見ると、幻冬は陸で起こったことだけでなく、大災害の影響は海や空にも及んでいる。ここで気になるのは、どうして枝星はこんな感じなの？誰も地球に戻ることを考えていないのでしょうか。ここでは現在の時空状態を言及しなければなりません。設定通りに言えば、枝星の外は元の時空ではないはずだ。時間が流れています。しかし不思議なことに、時空乱流にもかかわらず、マーラ彗星はまだ存在します。マーラ彗星の方が封印の中心に似ている可能性はありますか？封印を破った枝を元の時空に戻す可能性がある。しかしこの件は全ての大陸を探索するまで待たなければなりません。以上はアナツの設定記述に過ぎません。ビワはより素晴らしい世界観を持っています。今期はこれで終わりです。風に注目して違う幻の塔を体験します。